そっか、君。口、縫われちゃってるね。じゃあ、君が何を言いたいか、この水晶で当てるしかないな。水晶を使うには、とても集中力がいるんだ。だから、あんまりうるさくしないでね。うるさくっていうのは、喋る以外にも、君の頭の中、あんまりごちゃごちゃ紛らわしいこと考えてると、うまく占えないんだ。だから、シ君、頭の中でごちゃごちゃ考えないでって言ったよね。わかった。目、閉じて。そう。そして、深呼吸をして、鼻から吸って、ゆっくり吐いて。そう。それを繰り返して。そうだな。5回、ゆっくり繰り返してて。そうすればきっと、頭の中が空っぽになってくるはず。いい感じ。いいじゃん。上手に呼吸できてるみたい。なるほどね。へえ。君が言いたいことがなんとなくわかった。わかったよ。目を開けて。君の言いたいことは、この水晶が教えてくれた。君は今、こう思ってるんでしょ？まずは私の口を解放してって。確かにそうだね。それじゃあまずは、君のその、口、縫われた口を解いていくところから始めるか。君、なかなかやられてるからさ。久しぶりだよ、こんなに大掛かりなのは。まずは、ハサミで切ってくか。間違って君の唇を切らないようにしたいから、できる限り口を開けようとしてくれるかな。上手じゃん。じゃあ、一番緩そうなところから切っていくね。切れた。どう？痛くはないでしょ。このまま、ここも。こっちも。こ
らあら。だいぶ縫われちゃってる。反対側も。君、唇をちょっと避けられちゃってたんだね。避けられてる部分も縫われてるから、そこの部分は傷口が塞がるまでは取らない方が良さそう。一旦、君の、その、唇についた糸だけ、切り離していくね。よし。そしたら、切った糸を取らないと、まずは、ここから、痛い？そっか。天使ってさ、境界があるんだ。その上からのお達しで、言いたいこと怖いことは、しちゃいけないって決まりがあるから、君が痛いとか、怖いとか、そういうことを感じてしまうと、僕、規約違反になっちゃうんだよね。だから、これは痛み止めだから。天使には不思議な力があるの。だから、これで君の唇についた残りの糸、取っても痛くないように感じるはず。どう？縫われてだいぶ唇も腫れ上がってたけど、ちょっと腫れも引いてきたね。今、僕が唇を触ったんだけど、感覚あった？ないよね。じゃあ大丈夫。このまま、君の唇についた糸、抜いていくから。じっとしててね。痛い？でしょ？はい、もうちょっとあるからね。はい。あとこっち側かな。見た目は痛々しいけど、痛みはないでしょ？あと一本だから、我慢してね。よく頑張った。で、君、その手錠の鍵、持ってる？だよね。持ってたら、自分で取ってるよね。仕方ないか。これも僕の力をかなり使うんだけど、この箱。この箱は、望んだものが手に入る箱なんだ。その代わり、少し
代償は払わなきゃいけないけど。君は今、その手錠の鍵が欲しいんでしょ？じゃあ、この箱の中身に、その手錠の鍵が入ってることを想像して。祈ったかい？そしたら、僕が3回ノックする。そうすると、中身には、その手錠の鍵が入ってるはずなんだけど、君がしっかりと、鍵のことを考えてないと、出てこないからね。さて、入ってるかな？君？これ。これキャンディーだよね。おい。君の頭の中は蜂蜜キャンディーでいっぱいなの？しっかりと想像して。想像できたかい？それじゃあ、ノックするからね。入ってそうな音だったね。では開けよう。今度はきちんと入ってた。やればできるじゃないか。これで君の手錠を取れそうだね。それじゃあ、腕出して。少しきつめの手錠だったんだね。君の手首が痛々しいよ。よくこんな痛みに耐えたね。もう少しで取れそうだ。もう少しの辛抱だよ。はい。取れた。君のその手首の傷は後でまとめて僕が治療してあげるから。その前にこの箱を使った代償を払ってもらわなきゃいけないんだけど、君に払ってもらう代償はこれだよ。バラの花。とてもいい香りがするでしょ。この香りをつけること。そうだね。その傷が癒えるまでかな。このバラは人を認識することができる。だから、このバラに君のことを認識させる必要があるんだ。まずは、君の頬にこのバラの花を近づける。そしたら、君の頭にこのバラの花を刺す。そして、傷が癒えるまで君の体から花身離さず持っておくこと。それが、君がこの箱を使った代償だよ。いいかい？約束守れそうかな？じゃあ、早速、君の方にこの香りをつけるね。いい香りだろ？当たり前だろう。僕は一応天使なんだから。君に怖い思いはさせないよ。このバラの香りはとってもリラックス効果がある。心地いいだろ？君は今精神的なダメージも負っている。ただ、闇医者っていうのはとっても厄介なんだ。
君の心を支配して、その苦痛さえ快感と感じさせるようにしてしまうんだ。だから、このバラがとても大事。逆に、君がこの箱を使ってくれてよかったよ。そうすれば、このバラの花を君に渡せるからね。この花の香りを嗅ぐと、君はリラックスした状態になる。闇医者と出会う前の普通の感覚に戻れるんだよ。だから、もし次闇医者に出会ってしまったら、君は今まで以上の恐怖を覚えるかもしれないけどね。でも大丈夫。闇医者対策もしっかりしておくから。あいつは一度手をつけた人間を匂いをつけて覚えてるから。それを消す対策を白い天使が作ってくれたんだ。はい。これで君にこのバラの花の香りがついた。じゃあ、この花、君ずっと持っといてね。そうだな。君、かわいいから、花、ここに刺しとくね。うん。よく似合ってる。その花、傷が癒えるまできちんと持っておくように。それじゃあ早速、君についた、印があるんだ。闇医者の印。僕は匂いって思うんだけど、天使によって感じ方が違うみたい。タトゥーのように見える天使もいれば、僕みたいに匂いで感じるタイプもいる。まあどっちにしろ、それを消せば問題ない。君が闇医者に後をつけられないために施す術だよ。この瓶を使う。君には透明に見えるんだね。大丈夫。この中には、対闇医者の特別な煙が入ってるんだ。それを君にまとわせる。まあこれは天使の中でも使うのは僕だけで、僕のとっておきの方法だけど。開けたら煙が出てくる。君はその煙をゆっくりと鼻から吸って口で吐いてくる。5回。僕が数えるから、しっかりと呼吸をしてね。では開けるよ。3、2、1。吸って、吐いて。吸って、吐いて。吸って、吐いて。吸って、ゆっくり吐いて。吸って、吐いて。いい感じ。そしたらそれを続けて。そう。君のペースで大丈夫。ゆっくりと呼吸を続けて。上手。僕のことは気にしないで。君の頭、そして肩、目、鼻、口。しっかりと闇医者の匂いを払っていく。続けて呼吸を。
いいね。いい感じだ。消えてきた。あと一回。深呼吸。吸って。吐いて。偉かったね。完璧だった。うん。これで、闇医者の匂いはだいぶ消せた。最後に、君の内側から、あいつへの対策をしたいんだ。だから、ちょっと怖いかもしれないけど、僕たち天使が作った薬を飲んでくれるかな。まあ、僕たち天使って言っても、こんなに闇医者対策に詳しいのは、あの白い天使だけだけどな。最後の薬は、この、特別なコップを使って飲んでほしいんだ。このグラスは、特別な僕の力で作ったグラスなんだ。どんなにまずい薬でも、最高に美味しく感じるグラスだよ。まずは、君、脳とか頭蓋骨とかもやられちゃってるみたいだから。脳、頭、そして脳神経。そこを回復する薬。これを多めにとってもらう。白い天使は、言ってることやること、少しおかしいけど、薬の調合に関しては完璧なやつだから安心して。そして、目だね。君は、目も交換されちゃってるから。この薬を使って、君の目も治していこう。君がはめられている今その目と、君の神経をつなげてくれる薬だよ。君の目はかなり闇医者にやられてしまっているみたいだから、こんな数滴程度じゃ変わらないね。少し多めに取ってもらうよ。そして、君のその手首。そして、もろもろの傷跡。痛々しいところ、全部、この薬を使えば良くなるよ。本来だったら3プッシュぐらいで大丈夫なんだけど、君の場合は足りなそうだ。少し多めに取ってもらおう。これくらいかな。この薬をよく混ぜて、完成した。僕のグラスのおかげで、とってもフルーティーな味になってると思う。少し抵抗があるかもしれないけど、これが最後の辛抱だから、頑張って飲んでくれるかな。偉いね。ちょっと量が多いけど。偉いね。
全部飲んだ。内側からポカポカしてきただろ。傷口も、ほら、痛みがスーッと引いて、顔色も良くなってる。これで、君にできる闇医者対策はこんな感じかな。それじゃあ、ここでできることはもうおしまい。ゆっくりお家に帰って、あったかいお風呂にでも浸かるといいよ。じゃあね。もう変なところ、深い森の中とか特に、一人で行かないように。お大事に。ファンクラブでは、YouTube では見られない限定ロールプレイ動画や、ここだけの秘密の声日記や、名前入りデジタルチェキなどをお届けしています。無料で見られる投稿もあるので、ちらっと覗いてみてください。